マックス端からちょっとターゲット取らせてみますか。あれそれやばくない？あるのみたいなところでちょっと置いていきましょう。はい。ティガラドンデチョンです。今回はね、ついにやってまいりました。タウンホール17のアップデートやっていきたいと思います。というわけで、まずはタウンホール17新ビジュアルがこんな感じですね。本を基調としたような色になっておりまして、という感じでして、ざっと後で見ていくとしまして、グランジョ55枠に拡張されて、この辺新レベルプラスで、なんとね、マルチアーチャーター3本、長弾大砲が3本というところで、数も増えているような状況かつ、ウィズ島もさっき見せたんですけど、ウィズ島プラスボムター対空砲というところが、新レベル出た防衛施設になってて、弊社、ラボ、呪文工場っていうところもね、新レベル来てるというところで、呪文工場弊社に関しては明日、で、謎の施設がありますね。こちらも見せるだけならいいですよ、今日はということなんでね。こちらも後日動画にしますのでね、考察だったりいろいろね、コメントとかでいただけるとすごいね、僕も嬉しいし、なんか質問とかあったらね、ぜひたくさんください。で、トラップ群もね、ちょっと見た目変わった巨大爆弾とかちょっとかっこいいですよね。ホーミングはね、数がそのもの増えてましたね。で、ちょっと見たことないギガ爆弾という新たなトラップも登場してるので、こちらも後で見ていきましょう。こいつはね、新トラップになります。で、ユニットですね。ユニットの見た目はこんな感じで、空飛ぶものがね、だいぶ来てますね。ちょっとこいつ邪魔なんで一旦どけて、ベビドラ、ライドラ、ドラゴン、ドラゴンライダーのドラゴン4セットがね、すべて新レベル来ているというところでね。で、ジャイアント、ウィザード、オールブレーカー、ガーゴイルというところら辺も来ているというような状況ですね。おそらくね、スーパーの人たちも多少見た目は変わってるんじゃないかなっていうところですね。で、こちらはいろいろ変わって、タンクとかもね、レベルが上がってってっていうところで、早速やっていきましょう。思ったんだけど、ちょっとね、呪文とかも上がってたんで、先にこっち。はい。呪文がね、3つ、ライトニングヒール、リコールの呪文っていうところがね、3つ、新レベルが来てまして、今までは4レベルが完走だったバトルドリルがレベル5が登場してて、兵器はこちらだけですね。ヒーロー新レベルこんな感じになっております。100レベルがついに登場というところで、あと壁忘れてたんでね、壁。はい。壁こんな感じになっておりまして、見た目こんな感じですと。ヒットポイントもですね、15500という感じです。はい。で、100枚だけですね。解放されたのは。こんな感じで、解放されてない壁もまだ残ってるので、順番にというところで。で、ここに出てきてない施設は上がってないので、ご安心をという中で、じゃあ早速タウンホール17の方から見ていきましょう。はい、というわけでね、こんな感じでタウンホール17なんか4つ穴が開きましたねというところがまず見た目の違いのところで、ちょっとこのね、このまま今日の方針をね、話そうかなと思うんですけど、タウンホール17を軽く見つつ、ギガ爆弾見て、最後に QOL とバグ修正も軽く触れて、終わりにしていこうかなと思います。さあ、これね、攻撃こんな感じです。インフェルノ砲という感じで、夜村のラバランチャーをイメージしていただけるとって感じですね。イーグル砲とタウンホールが合体しましたよっていうのが今回のコンセプトになってまして、今までのね、ギガインフェルノと、イーグル砲が合体して、攻撃がこうやって飛んでくるようになりましたって感じですね。メリットとしてはシンプルに攻撃力が高いっていうところ。で、標的マックス4体っていうところですね。数がね、4体に満たない場合は、1人に2発飛んできたりとか、1体しかいなかった場合は4発すべてがそいつに当たるみたいな感じになるので、攻撃力のなんか無駄な感じはなくなって、しっかりね、1体に対して効果力を出すっていうような使い方もできると。で、ちょっとこの攻撃に対してちょっと間が空くじゃないですか。このラグ。この次のターゲットまでのラグみたいなところが、今までのギガインファイルのよりもちょっと無駄が出る瞬間みたいなところではあるんですけど、総じてね、攻撃力は結構高そうで、ね、怖いですね、この防衛施設、新レベル。早速ね、フレチャーレで試していきましょう。はい。というわけでね、やっていきたいんですけど、じゃあまずはね、クェイクでタウンホールを起動させてあげて、起動しました。で、バルキリー5体ぐらいパン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 パーンと、ドラゴンとかもね、飛ばして、こんな感じでいれば、いろんなとこに攻撃が飛ぶのがわかりますかね。こんなイメージですね。マックス4体というところなので、最初に出したバルキリーがまだ死んでないので、ドラゴンの方はまだターゲットを取られず、で、死んだのでドラゴンの方に攻撃が行くっていうところですね。さあ、タウンホールが壊れそうですね。はい。気づきました、皆さん。さすがに気づきましたね、これね。なんとタウンホール爆破がありません。今までだとね、ちょっと、
タウンホールポイズンというところで、タウンホールが破壊された後に爆破とともにポイズンを残すみたいなね、仕掛けがあったんですけど、今回のタウンホールはまあ、ちょっとそれまでの攻撃量を評価してか、爆破がなくなりましたということで、これ相当かなり変わるんじゃないかなと。タウンポイズンのせいでできなかった戦術とかやりづらかった戦術みたいなのが生まれつつ、みたいなね、感じなんじゃないかな。ちょっと変わりそうな要素一つですよね。そして皆さん、僕はあえて一つ無駄なことをやってたんですけど、お気づきでしょうか。説明してないからね、気づくわけもないんですけど、これ実は今 0% じゃないですか。初手から飛ぶんですね。51% から起動のタウンホール、なんと、0% から起動するというところで、この辺がね、タウンホールポイズンがなくなった理由の一つかなというところで、はいはいはい、適当にゴブリンぶちまいていくんですけど、こういうね、数には強いですね、やっぱりね。数で押していくタイプのやつは、一発さえターゲット取っちゃえばこうやってダメージが入っていくと。でも一応ゴーレムもね割れて4体になったので攻撃が入り続けって感じで、燃焼ダメージもじわ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 入ってというところでね、こんな感じになっておりまして、今までちょっとタウンホール近くの施設を先に削っとこうみたいなことあったり、タウンホール周りにちょっとコウモリ刺さりそうだなみたいな配置、結構コウモリからの突撃艦とか先にコウモリ使ってタウンホール残しておくみたいなこともできたんですけど、ちょっとそれができなくなっちゃったっていうところでね、やり方はオーバーグロードを使うとかね、そういったことはできるんですけど、今まで通り安直なそのままのやつはできないというところでね、この辺もちょっと強くなったポイントの一つですね。そうなるとですよ。となるとですよ、やつがやばくないですか？僕の大好きな戦術、ちょっと食い火やってみましょうか。これやばそうな香りしません？ユニコーンもね、いるんでね、ちょっとね、クイーンだけじゃなくて、クイーンとユニコーンでターゲットを分散できるみたいな。攻撃力だけはね、こうやって、タウンホールだけで受ける分にはそんなに火力が高くは感じないですね。問題はこの先ですね。こういうことですよ、皆さん。ちょっと今、フローズンアローをつけてるので、多少マシなんですけど、ヒーラーに今3体飛んできましたね。そりゃそう。今、クイーン1だけなんで。クイヒーに対してこんな感じでダメージが入ってしまう。クイヒーというかヒーラーに対してダメージが入って、ギリギリでは止まりましたが、一番いい角度で当たるとこれかな。一番いい角度でこれですね。というような感じになっております。なのでね、正面から入ろうものなら、こうしてヒーラーはね、攻撃を受けてしまうんですよね。結構距離の近い置き方をしてしまうと、クイーンをターゲット取ったこの攻撃が、後で通るヒーラーに対して当たっちゃうんですよね。今結構ギリギリなラインで設置してる配置になっちゃってんで、実戦だともうちょいね、なんかこういう感じで当たることになるんですよ、きっと。画面端からね、攻撃することって多分ないんで。こんな感じで、ヒーラーがダメージを受けてしまうと、ちょっとでもフローズンアロー強いな、これ。フローズンアローが強いのでなんとかなってます、これは。はい。食い火する場合はもう、基本ね、フローズンアローをつけない食い火する人っていないと思うんですけど、必須ですね。危ない危ない。さあ、続けてですね、ちょっと、一旦ウィズと壊しますか。一旦ね。一旦ウィズと壊すんですけど、はいはいはい。一旦ウィズ島がやられまして、防衛施設がタウンホールだけ。イエティは結構通りそうっちゃ通りそうですかね。こいつですね。イーグル砲になったじゃないですか、タウンホールが。今までだったらインフェルノっていうところでね、外から攻撃することができたシューター。実際どうなんでしょうね。タウンホールとイーグル砲の合体ってなると、過程はどうなってるんでしょうかということでね、ちょっとマックス端からちょっとターゲット取らせてみますか。あれそれやばくない？それは話が違うじゃないですかってやつですね。
タウンホールがシューターで落とせなくなってます。これやばいっすね、シンプルに。ちょっとこれはね、選択肢として幅がだいぶ狭まっちゃうかな。まあ、直でターゲット取っちゃうとこうやってね、2回攻撃を受けるだけで破壊をされてしまうというところで、まあ、今までだとね、結構簡単に落とせたタウンホールっていうのも、まあ、ちょっとそれじゃ良くないよと、シューター対策をね、されているというところで、これがね、インフェルノタワーではなく、イーグル砲と合体したタウンホールの力というところで、まあこんな感じでタウンホール17の紹介は終わりにしようかなと思います。まあなんかね、質問とか、これやばそうみたいなのがあったんで、ぜひコメントで教えてください。で、まあ一応触れておくんですけど、この星ですね。タウンホール12の時に実装されたこの星を5段階上げなきゃいけないっていうシステムが、またね、帰ってきてしまいましたので、この悪しき文化5段階また上げなきゃいけないのかっていうところなんですが、まあちょっとこの辺はね、残念ながらファーミングをしてもろてって感じでございます。さあ続けてちょっと第2防衛施設のね、新しいもの、ギガ爆弾をちょっと見ていきましょうか。はい。見ていきましょう。これね、はい。これなんと、クラクラ市場では今までなかったんですけど、陸と空のユニット両方が当たる爆弾ですね。うん。これはなかなか新しい上にこのノックバックがね、そこそこ強いんじゃないかというか、まあそこそこどころじゃないね。ノックバック強いですね、これね。今までだってクラクラでノックバックの効果があるものって、まあほぼほぼないからね。トルネードとかね、ユニットを動かすトラップってめちゃくちゃ強くて、あれにダメージがついた感覚。このノックバック先にね、違うトラップがあったらまたコンボで倒すみたいなこともできるしね。で、ちょっとこのね、覚えておいてほしいものが、起動に、起爆に必要なユニット数18っていうところもね、ちょっと面白そうですね。じゃ早速見ていきますか。そしてね、このトラップの面白いところを先に紹介するんですが、こんな感じでなんと視認性があるということで、事前にこのトラップどこにあるか分かります。分かっちゃいます。分かっちゃうんですよ、このトラップがどこにあるか。それであっても強いと。じゃあ一旦ゴーレムとドラゴン両方展開。こんな感じで今ゴーレム跳ねましたね、ジャンプ。もろに食らうとジャンプをして、ドラゴンもちょっとビヨンと押しのけられてというところ。えぐいな、新レベルの火力が。えぐいな。というわけで、これがね、ギガ爆弾というような形になってるんですけど、ちょっとまた試してみましょうか。さっきね、起爆に必要なユニット数18って出てたんですけど、こんな感じで、ゴブリン1体では解除ができなくて、はいはい、解除できないんですよ、これ。で、この時重要なのが、通った人数18体とか、通ったユニット数18枠ではないんですよ。同時に18枠以上のものがいないといけないっていうところなんですよね。うん。なので、今まで結構、なんか悲しい思いしたトラップの経験ないですか？うわー、その流れたバルーン一体でトルネード解除されちゃった、みたいなことがないと。なので、必ず仕事をするトラップになっております。陸が来ても空が来ても何が来ても起動がするというトラップで、バルキリー3体とかだと、まあ、こうやって、まあ、4体か。ちょっとこんな感じでね、起動をしてくれるということで、まあ、18体枠以下のやつでも、ちゃんと18枠以上になる数字のユニットが来てくれれば起動がするというような状況ですね。で、今までってさ、なんだかんだバネトラップとかでさ、飛ばなかったじゃん、ゴーレムとか。当たり前だけどヒーローも飛ばなかったみたいな感じなんだけど、そうなったらこのノックバック効果ってヒーローにもちゃんとあるのみたいなところでちょっと置いていきましょう。はい。おもろ。キングとクイーンピョーンって飛んでった。こんな感じですね。ギガ爆弾の紹介はこんな感じにしまして、QOL とバグ修正の方ね、そのまま見ていこうかなと思います。はい、というわけでね、やっていきたいと思います。まあ画像がね、多分出てるかなというところなんですけど、まあ、僕の中でね、目玉はね、ここですね。タウンホール16以外の人からするとそんなに関係ないかなっていうところなんですが、アーチャークイーンがタウンホール8から利用可能にって、これ結構大きくないですか？まあ、新規でね、上げた方がタウンホール8でアーチャークイーンを使えるなんて、みたいな。まあ、だいぶね、楽になりましたね。レベル上げとかだったりが、前回も取りやすくなって、非常に新規もやりやすい環境になってくんじゃないかなというところになります。で、まあなんかスキンの見た目がいろいろ変わりまして、とかあって、
で、フレチャレで選択したハードモードが維持されますみたいなところちょっと見ていきましょうか。今までってこのハードモードをさ、このチェックしたときに出して、で、消すと、もう一回さ、1111このハードモードにチェックつけなきゃいけなかったのが、次のやつもちゃんとハードモードがついて帰ってきてくれるよっていうような、そんなシステムですね。地味便利みたいな感じですかね。で、ちょっと見習い大工関連がね、いろいろなんかついてるっていうような状況ですかね。さあ、続けてバグ修正見ていきたいと思います。こちらはね、なんか、載せてはおくんですけど、そんなにわざわざ拾って喋るようなこともないかなーってところなので、なんか気になる人はね、ちょっと止めて全部読んでみてください。で、ちょっとスーパーチャージとか出てるんですけど、そういえばね、スーパーチャージはね、そのまま、このタウンホール帯でもちゃんと実装済みでして、さっき見たマルチアーチャーとかタワーとかもね、また2段階のスーパーチャージがついているっていうところで、新レベルのね、ものを作った上でスーパーチャージもまだまだ2段階あって壁もね、100枚追加されててというところでね、だいぶカンストが遠いような感じになってますかね。スーパーチャージもできる施設とかね、いろいろ増えておりますので、ぜひそんな感じでチェックしてみてください。はい。というわけでね、ちょっと載せられる部分ではここで、ちょっと口頭で伝えようかなというものが一つありまして、コストがね、結構削減されております。なんとね、全ダークエリクサーユニットと呪文のコストが 50% 削減されてるそうです。かつ、全ペットのダクエリコストも 25% 削減されてるようですね。超いいですね。これ超いいですね。50% ってもうハンマージャムじゃんだって。ハンマージャム来ちゃったじゃん。ペットも来たのかと。25%。だいぶでかいですよ、これ。ありがたいですね。というところなんで、ちょっと今まさにちょっとヒーローのね、ペットとかちょっと、あげようか迷ってる方とかはね、間に合わなかったら、この 25% 削減。ダクエリユニットとかこの辺もね、変わらないみたいなんで、その辺も急ぐ理由がなくなった可能性があるので。というわけで本日はこんな感じで終わろうと思います。ぜひね、コメントでなんかいろいろ教えてください。僕が気づいてなさそうなことだったりとか、気になったこととかね、いろいろ、デッキとかね、いろいろしていただきつつ、明日、明後日とまたね、新たな情報が出せるというところで、この辺のね、明日、またチャンネル登録してお待ちください。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、また次の動画でしましょう。さよなら。